いろいろな構図を紹介。漫画ならではのハったりの効いた構図というのが好きなんだけど、わかる人いる？特にこういう画面いっぱいに腕を大きく広げるような演出が好き。この手の代表といえば山田義弘先生よな。画面に収まりきらないって感じの表現いいよね。この手の構図は車田正美先生を思い出す。横並び構図とかいう全員が同じ方向を向いてることによりチームの団結感が感じられるめちゃくちゃ良い演出。最終話あたりで最後の力を振り絞って仲間全員で力を合わせた時の横並びは最高にかっこいいんだな。同じ構図で時間の経過と変化を書いてるやつに弱すぎる。なんか知らんけど絶対泣く。やめろ、その術は俺に聞く。1から見続けてアンリと同じ世代だったから本当に感動したわ。以前と構図が逆になるってパターン好き。これ負けて泣いてると勝って泣いてるも逆なのよな。配給にもあった。かつて自分がやられたブロック。こういう味方と敵になってる構図が好き。真逆なこと言ってるとなおよし。ドリフターズの信長と光秀にもそういうのあった。いいよね。ヒロアカのこれお前だけは許さない。俺は誰も許さない。構図や小回りが独特な遊戯王。素人じゃ真似できないセンスの賜物すぎる。ネウロの独特の構図が好き。ネグロの構図いいよね。普通じゃないってのが一目でわかる。わかる、重力を超えてくる感すごい。そんな松井先生が構図はこだわらない方がいいって言ってるのがまた。こういう感じにキャラ同士が分割した構図好き。決めシーンでキャラ2人が半分ずつに分かれてお互いセリフ言うシーンとか熱いよね。かかしと帯との万華鏡車輪眼が開眼するとこ大好き。ここはナルト終盤でも特に熱いシーンだった。ソウルイーターは魂の共鳴する時にこの構図よく使ってたね。天才的な構図はたくさんあるけども漫画の構図に著作権はないんだよな。すごいな、躍動感が違う。ウシトラとナルトとかもね。まあ絶対気づかれるよね。これ1話目だっけ。よくここから盛り返したよ。でもスラダンをトレースしたエデンの花は当時かなり問題視されたので著作権では問題なくても問題になることはある。トレスってほんと何から何までそっくりになるから突っ込まれてもしょうがないんだよな。単なる似た構図とは全然別物。見開き縦長でキャラ紹介する構図が好きだわ。大量の新キャラお披露目シーンとかで使われるやつ。五老星の名前判明したシーンとかワクワクするよね。敵幹部の集合シーンとかで使われるイメージ。一人だけ無言のやつとか得体の知れないやつが紛れてると強者感ある。倒し方でそれぞれの能力の一端が見えるの良いよね。うおーってなるやつ。こういう見開きのために紙の単行本買ってるまである。やっぱダークギャザリングの卒業生だろ。敵幹部の紹介にしか見えないがとてもわかりやすいメンバー紹介。富樫の手書きセリフのセンスが良すぎてセリフ覚えてる。新キャラ並んでる中に既存キャラが一人混じってたりするの好き。お前そのメンバーなのみたいなのね。ジンとかそうだった。同じ構図のコマ並べて微妙な変化で心境とかを描写するやつ好き。このシーンはポルコに兄貴の真似事じゃねえかって指摘されて少しだけハッとして真ん中のコマで自重するような絵に浮かべるんだよね。コベニカーのやっちまったからの一呼吸置いて責任転換に切り替える流れもはや美しいレベルで笑う。そうだよな、秋だよな、秋が帰ってきただけだ。焦りがどんどん確信に変わっていく様子良いよね。辰木先生この演出多いしうまいよね。心理描写が分かりやすく伝わってくる。ノットタンブステンだったアーニャ。このシーン泣いたな。この演出いいよね。わずかな感情の違いを描写してるのもいいしガラリと変わるのもいい。画像はヘルシング。トリコの結婚式のミドラ。こういう演出って動きを感じれて好き。子供に戻っていくのが良いな。表情が見えないけど感情がわかる演出。ようやく平和を取り戻したのにベルクスのようなやつは番宣制切れるわ。そうか、超人の中の超人。ザマンはもうおらぬか。無表情というか鉄仮面なのに悲しみが伝わってくる。ゆで卵は仮面劇の記載だと思う。同じ構図の微妙な変化足す表情見えてないのに感情伝わるの合わせ技。富樫って漫画の演出ほんとうまいよね。倒したと思った主人公が後ろに立っていて敵キャラが思わず振り向く構図。神。わかる。賊みたいなやつね。カタルシスあるよねこういう演出。ファブルにも似たようなのあったな。このシーンめちゃくちゃかっこよかった。真の強者現るって感じがする。よし、赤座に気づかれる前に不意打ちで首を切れ。バカ正直に呼ぶとは。勝利条件の一つです。これなかったら本当に負けてたの。最高に好き。突然映画で申し訳ない。
スター・ウォーズエピソード1のこの構図は間違いなく神が買ってるんだ。こちらも漫画じゃないが、間違いなく名構図。今でも海外でもオマージュされてる名画だからな。実写ですらオマージュされてんのはもはやギャグだろ。背中合わせで戦う構図って良いよね。紅桜編のラストバトルで背中合わせに戦う銀さんとズラの場面は何回見ても盛り上がる。だから貴様はそっちを向いて戦え。アニメでも熱いシーンだった戦隊レッドのこれ好き。カラクリサーカスのこことか、いいよね。天使の策略でルパン一味と銭形警部が全員で背中を合わせ敵を倒すシーン。このテレビスペシャルで一番の盛り上がりどころだった。ちょっと違うけどアジンを思い出した。セリフはなくとも全て伝わる。富樫ってこういう横並びに歩く構図好きよね。強キャラ感あって好き。なんとなくわかる。斜めの視点。七種のモブマフィアなのにこの大物感。探すと本当にあるのな。相手側の視点になるという演出。画像は呪術廻戦。受けてる側の目線だから緊迫感が伝わってきてすごくかっこいい。アイシールドのデイモンデビルバッツ全員のシーン。相手からしたらトラウマものの構図。ヒーローが並ぶ構図が好き。多人数のイケメンによる同時変身シーンもいいよね。平成一期ってやつはどうして仲良くもないのに一緒に変身するかっこいいシーンが多いんだ。運命構図。運命の出会いってのを一目で読者、視聴者に理解させるような天才的な構図だよね。僕のヒーローアカデミア。いいよね。画像は殺し屋1。運命構図かっこかわ中島。3週連続同じ構図で終わった彼岸島。これだから彼岸島は面白いんだよ。畜生。ほんと好き。1コマで作者さんのセンスが出るのもある。神楽鉢。刀で西部劇のガンマンめいた構図と演出。ブリーチ。師匠はセンスの塊だと思う。逃げ上手の若君。ボス戦開始前ムービーっぽくて好き。二つ名が出てくるのいいよね。神楽鉢は良い構図たくさんある。これはドアスコープ越しの構図。最高。お互いを救うために歯を向け合ってる戦争の悲しさを体現したシーン。真ん中に誰よりも純粋な思いを持った戦いを止めたい子供がいる。ただ小さすぎて止めることができない。無情だね。一目見るだけでゾッとする構図。うわ、1コマなのにめっちゃ怖くて不安感はおる。これは未だに覚えてる。衝撃的だった。どういう話？ネタバレになるから詳しくは言わないけど、親身にしてくれる方にツンデレとかやり続けると報いを受けるって話。ぜひ読んでみて。いろいろと特徴的な構図や演出を集めてみました。参考スレ数過去最多の15。アニマンさんいつもありがとうございます。皆さんも好きな構図や演出をぜひ教えてください。ある言葉を聞いただけで違うように見えてくる画像を集めた動画もおすすめです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。